先日、難しいコンチェルトを弾く前のマインドセットはどうしたらいいでしょうかっていうご質問をいただきました。私はディレイ先生についてジュリアードとアスペン音楽祭に行って、学士、修士、博士も終わったんですけど、その他に学生としてもまたアシスタントとしてもアスペン音楽祭で長いことを教えてました。そのディレイ先生っていうのはアスペン音楽祭では自分の生徒3人とかが多いんですけど、それを内弟子として一緒に住んで夏を過ごすってことをよくやってらして、私も10年ほど夏ディレイ先生と一緒に過ごすことができました。ある時本当に何の前触れもなくっていうか、割と先生は一緒に住んでる時にそういうことが結構あったんですけど、綾子、結婚生活っていうのはコンチェルトを学ぶよりずっと難しいことなのよっておっしゃったんですね。それでディレン先生っていうのはなんかおっしゃって、で割と沈黙が続いてみたいな感じで、それを事細かく説明なさるっていう先生ではなかったんですよね。で私はこの話一体どこから来たのかななんて思いつつ、それでその時はちょうど多分バルトークの2番のコンチェルトかなんかにかなり苦労してた時だったと思うんですね。それなんで私がこんなに大変、コンチェルトをやるの大変なのに、それによりもずっと大変な結婚生活ってどんなんなんだろうとちょっと恐れた記憶があります。まだ本当に20歳になったぐらいの話だったと思います。これは余談ですけど、ディレン先生はよく学ぶ、ラーニングにフィア。だから学ぶことに恐れ。フィアって何て言ったらいいんですかね。恐れっていうとちょっと感じが違うような気がするんですけど、ともかく怖がるとかそういうことは絶対に必要ないっておっしゃるんですね。スパルタ教育とか割と怒って怖いからそれを子供が言われるのが嫌だからそれで練習するっていう、そういうサイクルをつけてしまうと、その恐れの対象がなくなってしまうと練習しないっていうことにもなりますし、恐れっていうのはやっぱりディフェンシブ、守りの状態に自分が入りますから、体も少し硬くなりますし、やっぱり新しい情報をスーッと自分に入れてくるっていうことは難しいんじゃないかと思います。よく先生はフィアはいらないっておっしゃってました。コンチェルトにしろ他の曲にしろ、最近に思うんですけど、結局のところはよっぽどのコンテンポラリーの曲で半音だけで成り立ってるみたいな曲もありますけど、大体のものは分解していくと音階とアルペジオで成り立ってると思います。だから分けてさらうこともできるし、結構名前の出てるコンチェルトで他の人が弾けてるんだから弾けないことはないぐらいの気持ちでやった方がいいと思います。先生にとっても生徒にとっても難しいっていう言葉をあんまり言わない方がいいと思います。その難しいって言葉が入っちゃった途端に自分の頭の中で難しいっていうことで、それでうまくいかないっていうことがあると思います。例えば荷物を持つときに、これはすっごい重いんですけど、すいませんね、持っていただけますかって言って持ったのと、すいませんね、持っていただけませんかって言って持ったのと、多分重いですよって言われた方がすごく重く、自分はこんだけやってあげてるんだなみたいな感じになるんじゃないかと思うんですね。それで昔どっかの新聞の投書欄かなんかで読んでて面白いなと思ったのが、お母さんかなんかが投書してらしたんです。昔のことですから、もう私が日本にいた頃の話ですけど、そしたら自分の子供はすごく言うこと聞いて毎日すごくよく留守番してくれてたっていう話だったんですね。それである時周りのおばちゃん連中かなんかが何々ちゃん今日も一人なのかわいそうねって言うらしいんですね。そしたらある時子供がお母さんに、僕ってかわいそうなの？本当に僕って一人でいつもお留守番してるからかわいそうなの？って聞いてきたそうなんです。それでそのお母さんによると、その日を境にしてきちっと留守番をしてくれなくなったっていう投書が載ってたんです。この投書についてはいろいろディスカッションがあると思います。例えばアメリカで18歳以下っ
っていうのを一人で家に置いていくことっていうのは法的にダメですから、誰かがベビーシッターとか雇わなくちゃいけない。一人で置いといたら子供の虐待ということになりますから、それはいけないんですけど、昔は日本で結構鍵っ子とか言ってそういうのがあったと思います。それと同じに自分で変に難しいって思うとできないっていうことがあるんじゃないかと思います。だからね、よっぽど難しい新曲とかだったら知りませんけど、でもみんなが大体弾いてるんだったら自分だってできるよって思うぐらいでリラックスして進むのがいいと思います。昔全音だったかなんかでピアノに赤の初級は赤で中級は黄色で、それでアドバンストのは青っていうので、私は赤から黄色にちょっといった平均率の3歳ぐらいだって、でも黄色に行ってすごくちょっと上達したんだなって嬉しかったことはありますけど、でもそれ以上言っちゃいけないようなそんな気もちょっとしましたから、だからそれはもちろん程度の差っていうのはあります。だけどそれを初めからこれは難しいんだ、難しいから心してやるようにっていうことはちょっと逆効果なんじゃないかと思います。それから私は大体はディレイ先生のこのコンチェルトリストを参考にオデッサなんかでも教えるように進めてますけども、その中で例えばブルフが出てきたりすると、生徒によってはもうブルフはみんなが弾いて聞き飽きたから弾きたくないとかいう生徒が出てくるんですよね。でそういう生徒にはやっぱりその生徒が今その時期に好きでないって言ってるんだから、無理強いをしないっていうことは大切だと思います。やっぱり好きでないっていうのは何か効果言ってるわけですから、やっぱり好きでやるってことは重要ですから、好きでない嫌な曲っていうのは弾かなくてもいいような気がします。だからこの難しい曲を習うにはどうしたらいいですかっていうマインドセットっていうのは、もっとなんて言ったらいいのかな、究極的には音階とアルペジオとで、なっているから、もっと落ち着いて好きだったらその曲を弾いたらいいし、もう少しある程度この曲とこの曲とこの曲はやっといた方が技術がつくとかいうことはありますけど、もっと真っ白な感じで難しいとか思わないで、難しさっていうのは人によって違うと思うんですよね。例えばすごく和音が得意な人は結構早く弾くのが難しかったり、それからすごく弾けるんだけど和音になるとむちゃくちゃだとか、ビニヤスキンとかに出てくる特別なスピカートなんかが難しいとか、いろいろ人によってできないことっていうのは結構あると思うんです。だからそれを一概に難しい曲を弾くにはっていう風には習ったないと思います。中学ぐらいの時に村松さん難しいんだよって言われた記憶があるんです。でもやってみたら、わあこんなにメイクセンスっていうか筋が通ってて素晴らしい曲はないと私はすごくその時に思って、結構好きだったからずっと弾いてたっていうことがありましたから、一概には言えないと思います。今日は短いですけど、その質問について何かの参考になればと思って話してます。